ついにノーティカムのハウジングを買ってしまいました。こんにちは、シロです。今回はカメラとハウジングを新しくしたのでご紹介します。今まで僕一眼といったら今撮ってる α6400 とこの C フロックスのハウジングを使ってたんですね。で、前回のパラオの動画をご覧になった方はお分かりかと思うんですけど、水没しましてですね、しかもあれ2回目だったんですよね。1回目は昔小笠原で水没して、でその時はパーツの不良でメーカー送って交換してもらって、で今回またパラオで水没して、ちょっとこれはどうしたもんかと思って思い切ってカメラごと変えることにしました。今回購入したカメラが今まで使ってた α6400 の後継機 α6700 ですね。はい、スペックとかなんか中身はいろいろパワーアップしてます。で、同じ APS-C なんで今まで使ったレンズが使えるってことで、あとはね動画性能もかなりアップしているのでこちらにしました。あとはフルサイズのね、動画機 EZV-1 とかEZV-1 コンパクトな、動画機ですね。そこら辺と迷ったんですけど、レンズもね若干変わっちゃうのとハウジングがもうバカ高くて100万以上してしまうので、こっちにしました。あとはでかくなっちゃうとかねいろいろあるんでね取り回しも悪くなっちゃうと思うんで僕はこの6700にしました。はい、でこちらがノーティカムの6700のハウジングになります。高かった。金利ゼロだったんで限界までローン組みました。やっぱずっしりと重厚感がありますよね。このアルミ削り出しのこの金属感とかやっぱ全体的になんかすごくこうよく作られてるなみたいなのがありますね。ではこのハウジングを詳しく見ていこうかなと思います。こちらが今回購入した α6700 用のハウジングですね。でノーティカムのハウジングはこの本体とこのポート部分、レンズのポート部分が別売りなんですね。今回僕一旦この 30mm のマクロレンズをつけたかったんで、この先端のここの部分がこの NA-E45 フラットポートっていうのがここの先端部分にくっついていて、でこれだけでこのレンズつけることができます。ただこれよりもうちょっと長いこの 50mm のレンズと、あと今回カメラと一緒に購入した F1.415mm の G レンズ、これカメラと一緒に今回購入したんですけど、この広角レンズですね、これ一緒に購入したんですけど、ワンチャンこれがつけらんないかなと思って、このエクステンションリング、ここの部分ですね、この真ん中の部分、この真ん中の部分がこれです。エクステンションリング20、これをつけてます。なんで今これとこれを組み合わせている状態ですね。組み合わせている状態がこちらになります。で公式が出してるレンズとポート対応表みたいのがあるんですけど、このマクロレンズはちゃんとこれがつくよって載ってるんですけど、それ以外のレンズ、今回僕が持ってる 50mm のレンズとかこの 15mm のレンズとかは、載ってなくてですね、で問い合わせしてもわからないって言われたんで、ちょっと、実験的な感じではあったんですけど、これをエクステンションリングを買ってつけてみました。そしたらですね、やっぱぴったりで、この装備の状態だとこのドームポートを変えることなくこのマクロレンズと広角のレンズを切り替えることができますね。これが入らなかったらドームポートを買って、ワイドの時はドームポートを使ってマクロの時はこのポートに変えてみたいなことしなきゃいけないかなみたいなことをちょっと思っていたんですが、この装備の状態で両方ともレンズが乗るんで付け替えは便利にできそうですね。では C フロックスのハウジングとの比較を少ししてみましょうかね。こっちは6400用、こっちは今回の6700用です。で C フロックスの場合はこの両脇からパチって止めて開けるタイプなんですよね。以前にも動画にしたんでそちらを参考にしてほしいんですけど、これがねめっちゃ開きづらくてですね、こんな感じでつけるタイプになります。それに引き換えこっちの6700のノーティカムの方はここをですねくるっと回してこんな感じで片側だけから開くタイプになりますね。でカメラもこういう取り付け金具みたいのをここにはめてですね、よいしょ、はめることができます。でここでロックして、よいしょ、
こうやってガチャって感じですね。でこんな感じでオンするとこんな感じですね。でノーティカムの方はこの辺の操作感がすごいこうよく考えられていて、例えばこのトリガーでシャッター切れたり、ここの親指のトリガー、これでフォーカスを調整することができたりとか、あとはここら辺に、僕はこれ F 値か設定しているので、ここでくるくるすれば F 値調整できたりとか、その辺の操作性がすごい直感的なんですよね。このフォーカスボタンはすごいいいなと思いましたね。でC フロックスの場合、C フロックスも6700のハウジングが確かもう出ていて、でこの辺のシャッターとかは同じようにトリガー方式だったような気もするんですけど、この6400の場合はこんな感じでね、なんか最低限とりあえず全部できるみたいな感じではあるんですけど、使いやすさっていう点ではやっぱりノーティカムの方がすごい直感的に使えるっていう感じですね。でこのポートなんですけど、ノーティカムの方はここにトリガーがあるんで、これを外してクイックイってやるともうそのままスポンって外れます。でつける時はグイって押し込んでこれ上げるだけ、外す時はこれ押してカパってやると、このポートの取り外しがすごいやりやすいですね。はいとこんな感じで、こっちの場合はこの6400の場合はですね、ここにネジがあって、これを外してぐるってやって外すんですよね。ネジ方式になっています。ただ今売られてる C フロックスの多くのハウジングがこうネジ方式じゃなくて、なんかもうちょっと取りやすい方式に変わってるみたいですね。ネジじゃなくても良くなってるっぽい感じがします。はい、ちなみにこれが、エクステンションリングとフラットポートが両方ついている状態ですね。やばい、外し方が分かんなくなっちゃった。外し方が分かんなくなっちゃったんですけど、こっちのマクロレンズしか使わないんであればこのエクステンションリングはいらないです。この他のレンズをつけるためにこれとかつけるためにこれをつけてますね。でこの辺もその公式で対応ドームとしてサポートされてるわけではないので、僕が勝手についたって言ってつけてるだけです。でも同じようなことしたい方は参考にしてもらえるといいかもしれません。はい、それではですね、この6700とこの広角レンズ、あとマクロレンズを使って八丈島の海で撮影してきたので、そちらもご覧ください。
ちなみに撮影はこんな感じで、右側にライト1灯だけつけて撮影してます。ワイドは友禅の映像以外全部ライトをつけ忘れています。まだちょっとねセッティングとかいろいろ慣れてないんで、とりあえず試し撮りみたいな感じで撮ってきました。はい、やっぱこのハウジング使いやすいですよね。カメラの本体と同じようなところにボタンがあったりとか、あとはこういうなんかトリガー部分とか直感的ですごく使いやすいなと思いますね。これは6700の性質上なんですけど、動画モードにしてるとシャッターを押しても撮影にならないんですよね。そこだけが僕個人としては、6700のちょっと不満ポイントですね。動画モードにしててもこのシャッター押せば録画してくれればいいのになとは思うんですけど、写真モードにしてるとこのトリガーで撮影はしてくれるんですけど、動画モードにしてるとこのトリガーで録画してくれないんですよね。動画モードだと使えませんみたいなメッセージが出てきちゃって、なんで僕はこの後ろの録画ポチみたいなやつを毎回押して撮影してます。であとこのサイズ感、APS-C 機なんで結構コンパクトですよね。片手でも持ち運べるぐらいだし、この辺にねスナッピーつけて BC にぶら下げてても、今まで使ってたこの C フロックスとそんなに変わらない大きさ。なんかアームつけたらなんだったらノーティカムのがもしかしたらコンパクトかもしれないなみたいな、そんな気さえしますね。ちなみにノーティカムはこんなケースまでついてました。ハウジングケース、こうすっぽり収まる。レンズポートつけてたらもうちょっとキツキツですけど、つけてなかったらこんな感じでね持ち運べるカバンがついてます。中がねちゃんとクッションになってて、こんな肩掛けするねベルトまでついてました。それでは、ノーティカムと C フロックスのそれぞれメリットデメリットみたいのをご紹介しようかなと思います。それぞれねメリットデメリットあると思うんで参考にしてもらえればいいかなと思います。まずノーティカムのメリットは操作性とかかゆいところに手が届くようなこのインターフェースですかね。あとはこの重厚感あるアルミ削り出しとか、なんか所有欲が満たされるっていうかね、そういうのがありますよね。あとはこの金属とかからによる重厚感からの安心感みたいなね、そういうのがありますね。あとはポートもねいろんなポート揃ってますし、社外品からもねドームポートとか出てたりするんで、その辺の選択肢はいろいろありますね。あとはそうだな、この辺のねなんかノーティカムだとアームが一体化されたりしてて、あとこの辺の上の金属とかねラインヤードつけやすくなってたりとか、細かい作りがねしっかりしてますよね。やっぱり例えばこれに組み込むためのさっきのこのトレーみたいのをつけたままレンズ外せるようになっていたりとか、この外側にもレンズ外せるボタンとかあるんですよね。だからカメラはつけたままこのドームポートだけ外して、ここでレンズも外すことができるみたいな、そういう仕組みになってたり、あとポート取り出しやすかったりね。ただデメリットは高い、値段が高い。僕この APS-C なんで言うても数十万ぐらいでしたけど、フルサイズなんか新しく一式、レンズとかねポートとか一式揃えることになった日にはもう100万軽く超えるんじゃないかみたいなね、そんぐらいの値段感しますね。ポートも別売りなんで、この本体だけ買っても使えないんですよね。こんなここねポートついてない状態なんでね、自分が使うレンズに合わせてポートを個別に買う必要があります。こういったようなね、しかもポートも高い。せめてねポート1個1万円ぐらいだったらね嬉しいんですけどね、ポートも高いんですよね。で僕そのドームポートが今回買ってないですけど、その辺も買うとかになると、プラス10万だったりとか、どんどんこう値段が跳ね上がるっていうね、とにかく高いっていうハウジングです。あとはデメリットというか、発注してから僕の場合は3週間、1ヶ月弱3週間ぐらいかかりましたね。なんで注文してすぐ届くわけではないですね。では次に C フロックスのメリット。これはですねノーティカムと逆で安い、コスパがいいですね。このハウジング自体もいくらだったかな、なんか400〜500ドルぐらいだったような気がします。しかもこの標準のねポートもついてるし、もちろんポートなしも販売してた気はするんですけど、
この標準ポートをつけてたとしてもそんなね10万以内で全然この6400のやつは買えた気がします。6700のやつはちょっと分かんないけどちょっと出しておきますけど、やっぱね値段が安いです。で、軽いのかな、どうなんだろう。陸上重量は、こっちプラスチックなんで陸上の重量は軽いかなと思いますね。で次デメリットとしては、細かい部分の操作性はやっぱりノーティカムのが、洗練されてるなっていう気がします。ちょっと同じ6700のやつ使ってないんで、あくまでこの6400と6700用の比較なんですけど、そんな気がするのと、あとはたまたま僕の機種だけかもしれないんですけど、その不具合があったってことですかね。その一番最初に小笠原で水没した時は後ろのパーツの劣化だったかなんかから漏れてるって言われてシーフロックスに送ってで修理してもらったんですよ。で前回のパラオの水没はちょっと原因がよくわからないですね。バキュームとかもやってたんですけど、それでもなんか水入ってきちゃってですね、ちょっとよくわからない。どっかしらなんかゴミでも挟んでたかなんかかもしれないですけど、ちょっとよくわかんなかったです。なんかその辺のこの安心感が若干ちょっと薄いかなっていう気はしますね。もちろん多分全然漏れてないよっていう方もいらっしゃるとは思うんで、たまたま僕の機種だけかもしれないんですけど、そういうのがあります。ただサポートは優秀っていうか親切に対応してくれますね。送ってすぐ対応してくれたりしたんで、サポートはねいいと思います。早い。なんかねシーフロックスもねアルミ削り出しのハウジングとか出してきてるみたいなんでね、その辺も気になりますけどね。あとはこの両脇のパッチンのカパって開けるタイプのやつかな。これが中が陰圧かなんかなった時にすごい蓋が開けづらくて、毎回ちょっと隙間にマイナスドライバー差し込んだりとかして開けるのが大変だったんですよね。ノーティカムの方だと全然そんなことなかったんですけど、それがちょっと大変かなっていうのがありますね。この僕の α6400 のハウジング2回水没したって言いましたけど、カメラが全没するようなビチャビチャになるような水没ではなかったのが救いって感じですかね。ちょっと濡れちゃった、ちょっと水入っちゃったみたいな、でも本体は無事みたいなね、それぐらいで済んだのが良かったかなと思います。はい、というわけで今回は、新しいカメラとノーティカムのハウジングのご紹介でした。なかなかね気軽に買えるハウジングではないんでね、この動画が少しでも参考になってくれたら嬉しいです。それじゃあバイバーイ。